ワイルドスピードの1作目のラスト、ブライアンはドミニクにスープラの鍵を渡して自分は残ります。そして2作目、舞台はマイアミ。ブライアンは警察に追われる身になっています。この間に何があったのか、実は描かれています。6分間の公式の作品として、ただその存在を知らない人の方が多分多い。今日はその話をします。タイトルはターボチャージドプレリュード、正式には The Turbocharged Prelude for Too Fast, Too Furious と言います。2003年6月3日公開。尺は6分。配給はユニバーサル、つまりファンが作ったものではありません。公式です。そしてこの作品にはほとんどセリフがありません。6分間ブライアンはほぼ何も喋らない。音楽と車と移動だけで進んでいきます。なぜこんなものが作られたのか、理由がはっきりしています。2作目にヴィン・ディーゼルが出演しないことが決まったからです。1作目はブライアンとドミニクの2人の物語でした。その片方がいなくなる。つまり2作目はブライアン1人で始めなければならない。しかも舞台はマイアミ。1作目のロサンゼルスからアメリカの反対側です。ドミニクがいない。場所も違う。このままではつながりません。その空白を埋めるために作られたのが6分間です。シリーズ初の短編でもあります。順番に見ていきます。ブライアンは荷物をまとめロサンゼルスを出ます。警察が動き出す前に、そして FBI が全国規模の捜索を開始します。彼が乗っているのは1991年式のダッチステルス。この車、日本では三菱 3000GT と呼ばれているものの兄弟車です。同じ車体をアメリカではダッチが売っていました。彼はレースで賞金を稼ぎながら東へ移動していきます。アリゾナ、ニューメキシコ、そしてテキサスへ。ですが追われる立場は変わりません。新聞には指名手配の記事が載る。食事をしているダイナーに警官が入ってくる。そしてサンアントニオのモーテルでついに居場所を突き止められます。彼は車を置いて逃げるしかなかった。警察が車を回収している間に彼は通りがかった女性の車に乗せてもらいます。そして降ろされた時、彼は気づきます。この人は自分が指名手配犯だと知っていた。その上で乗せてくれたんです。降ろされた場所は中古車販売店でした。その中古車販売店で彼はある車を買います。日産スカイライン GTR R34 型。色はティール、青みがかった緑です。もちろんまだ何も手が入っていない状態でした。彼はそこからまたレースに出て賞金を稼ぎ、その金でこの車を改造していきます。走って稼いでまた少しずつ直す。それを繰り返しながら東へ進んでいく。そしてマイアミに着いた時、彼は目にします。改造されたトヨタスープラとマツダ RX7 を。2作目の冒頭のレースです。つまり6分間の最後のカットがそのまま2作目につながっている。そしてあの R34 はこの6分間で買ってこの6分間で組み上げた車なんです。シリーズを代表する一台が本編では一度も語られない場所で生まれている。私はここがこの作品の一番重要な部分だと思っています。これだけの内容なのになぜ知られていないのか。理由は公開のされ方にあります。この作品は劇場で大々的に公開されたわけではありません。アメリカで2作目に合わせた限定的な上映があっただけ。その後は2作目の特別版のディスクに特典として収録されました。つまりディスクを持っている人しか見ていない。配信で本編を追いかけただけの人はこの6分間の存在にたどり着けないんです。海外の表ではこの作品はシリーズの中の隠れた名作と呼ばれています。そしてフランチャイズを理解するために必要なつなぎだとも言われている。それが特典ディスクの中にだけある。公式に存在していてシリーズをつなぐ役割を持っていて、それでもほとんど誰も見ていない6分間です。1作目と2作目の間に確かにあります。このストーリー見たことはありましたか？コメントで教えてください。